はい、皆さんこんにちは、上野イエス2020ホームアンダーウェイ、今日は2日目になります。11月21日土曜日です。本当秋晴れですごくいいお天気でね、なんかこう表に出たいなっていう気持ちはたくさんあるけれども、なかなか難しい今日この頃でありますけれども、この上野イエス、昨日も言いましたけどもね、本来だったら上野公園で、昨年、公園の中でファッションショーが行われたりとかさまざまなイベントを表でやってたんですけれども、このコロナ禍で、今年はですね、オンラインで、昨日今日明日そして来週の金土日計6日間さまざまなテーマでそしてゲストをお招きしてオンラインで送っていくプログラムになっております。本日のテーマはですね、一人一人に寄り添うというテーマで今日一部二部お送りしていきたいと思います。ゲスト、昨日は昨日見ていただいた方ね、千葉雅也さん、そして坂本龍一さんなど、とても考えさせられる一言言葉たくさんいただきました。ぜひそれを引き継いでですね、上のイエスも展開していきたいと思いますし、今日もきっとたくさんの素敵な言葉、そしていろんな示唆に富む意見いただけるかと思います。そして今日はですね、一部二部共通してこの一人一人に寄り添うというテーマ、共通してゲストというか、一緒に僕と今日はゲストをお招きして話していっていただく、今日のパートナーをご紹介、まずはご紹介したいと思います。個々の学校、そしてファッションデザイナーであります、山形義和さんです。どうぞ。はい、山形さんよろしくお願いいたします。どうも。はいはいはい。今日は山形さん一部二部投資で、はい、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。本当、一人一人に寄り添うっていう意味では、本当ファッションデザイナーね、今日も僕もちょっと昨日はちょっとスーツだったけど今日はちょっと華やかに、土曜日の週末の気分含めて、ちょっと個性を表すってことでファッションとても大事なアイテム、まず一番最初にねこうやっぱり自分を表すのでファッションっていうのはとても重要だと。そうですね。はい。一番なんかやっぱり幼少期のことを考えるとすごい一番最初の自己表現みたいなところっていうのがやっぱりありますよね。ありますよね。はい。そんな中でね個々の学校っていう、学校を主催して、ファッションデザイナーの中でもなんかいろいろ教育にも関心持たれてて、僕も本当一緒に最近会う機会多いですし、去年のこの上のイエスではディレクターでね、いろいろ活動していただきましたので、今日一部二部よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。でそして、一部のゲストをご紹介いたします。一部のゲスト、東京大学先端科学技術研究センター教授の中村健龍先生、そして文筆家の内田也哉子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、中村先生と内田也哉子さん、今日はこういう感じで4つの窓でそれぞれ出てきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日は一人一人に寄り添うという一部二部共通のテーマで、その中でですね一部のテーマはミスフィット社会不適合者なんていない、少しずつ教育を変えていくというテーマで一部はお送りしたいと思います。まずは自己紹介を兼ねて、それぞれ、この今日のテーマの中で、自分の活動とちょっとつながるなっていうあたりの活動も含めてちょっと自己紹介をしていっていただければと思います。まずは山形さん、ここの学校のお話を頭にさせていただきましたが、どんな学校なんですかこれは。12年前ぐらいから立ち上げまして、本当にもう私塾の小さな、学校なんですが、ファッションを軸にして、それを本質的なところにたどり着くような場所としてものづくりの
本質的な部分だったりとか自分の、表現者としてのルーツってことが、発見できるようなところとして、2008年からやっております。はい。山本さん硬いね。硬いですか？硬いそうですね。ちょっとずつじゃあ柔らかくしていきますんで。いやなんかこの場所がすごい緊張感がまたさらに。場所が。そうこの場所はですね、昨日見た人には説明したけども、今日見た人にはどこかというとこれは上野です。上野の森の、東京芸術大学の美術学部の中にある大石膏室からお送りしております。そうです。この大石膏室が何かこう異様な雰囲気が初めての感じだなと思って、ちょっとそこにちょっと緊張感が。そうですね。山田さんの上にもう騎馬像がドーンといるから、ね。そうですね。このせいかも。はい。それぞれのね、その本当ファッションっていう一番最初のね個性の表現のところを本当素直に伸ばすというところのここの学校。ファッションデザイナーっていうと僕の先入観かもしれないけども、もともと洋裁学校的なものがベースにあり、うちの母なんかも洋裁好きでしたけども、そうするとパターンを引く、そして運針こう針をね、きちんとこうムラなく縫えるとかっていう、基礎を学ぶっていうのが、今の専門学校にもあるかもしれませんけれども、それに対してなんか山川さんもちょっとこう、ここの学校は全く、僕もここの学校の作品見せてもらったりもしたけども、まず生地布使ってない学生もたくさんいるもんね。いますね。そうですね。なんか技術、例えば日本はすごい技術は本当に学べるとこすごいたくさんあって、ですごい世界的にもすごい充実をしているんですけど、表現をするっていう部分で掘り下げていく教育現場っていうのはあんまりなかったっていう歴史が実際あるので、そういうところがあってもいいなと思って、でさらに技術そのものも自分の技術が発見できるような場所になったらいいなと思って、だから例えば服作りだからこうしなきゃいけない、この素材を使ってこういうテクニックを使ってっていうものじゃなくて、そのスタートからまた自分で考えてやっていける場所ができたらいいなと思って。後ほどまた山田さんにはここの学校とかまた最近始めたね学ということも含めてちょっとプレゼンしていただきますのでよろしくお願いいたします。そして中村先生、よろしくお願いいたします。はじめまして。簡単に自己紹介すればいいですか？簡単によろしく。まとまったプレゼンはその後になりますので。先端科学技術研究センターっていうところで研究してるんですけど、なんか先端研っていうと科学技術のトップをこう走ってるような感じですけど、私全くそういうことやってませんで、いわゆる社会活動一体型研究っていうことで、先端研っていうのは世の中の思想の先端を目指そうというところでもありまして、社会的にその困難に直面した人の課題をどう解決するかっていう活動をやってるんですかね、どっちかいうと。でその結果論文を書いていくということで、普段からあんまり論文書くのには熱心ではなくて、それよりむしろ社会活動的なことをやってる人間です。で今日お話しするのはとにかくユニークな子どもたちを潰さずに育てるにはどうすればいいかっていうところで今日お呼びいただいたのではないかなと思ってますので、後ほどそんなことをお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。本当中村先生のロケットの活動はね、私も、すごく、興味深く関心持たせていただいてて、今日お会いできること大変楽しみにしておりましたし、後ほどまたじっくりお話を聞かせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。内田八重子と申します。基本的には、子供を3人育ててる、普通の主婦なんですが、時々文章を書かせてもらったり、音楽を作ることに参加したりとか、時呼ばれればお芝居もしてみたり、すごく中途半端な活動をしているエッセイを中心に書いているものです。今日は
いろいろ逆にお話を伺う立場で皆さんにお聞きしたいこととかあるのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと私のマイクちょっと今技術スタッフがなんか動いてるかと思うんですけども、山川さんじゃあちょっと進めてもらっていいですか。はい、次中村さんのプレゼンですね。では、まずは、各々の方から、10分から15分程度の、自己紹介をしていただければと自己紹介というかプレゼンテーションですねをしていただければと思いますので、じゃあ中村さんからお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ではお話しさせていただきます。スライドお願いしていいですか。今エジソン天才いや異才発掘って出てるんですけど、これ何かっていうと、今から6、7年前ですね、なんか日本の国って面白くないねって、面白い人どこいるんだろうかって、そんなふうなことを考えるようになったんですよね。で、研究室はいろいろと訳ありの方っていうか仕事がなかなかない方を前からアルバイトで雇ってまして、その人たちと話をしていると、俺たちももうちょっと子供の頃が良ければなって、もっとまともに生活してたんだけどっていう方がたくさんおられました。スライドお願いします。じゃあどこにいるんだよそんな子はって、お前ら言うこと聞かないしなって、集団に入りたがらないし、好きなことばっかりやってるしなって、決して能力がないのに何か社会でうまくいってない人たちっていうのは、つまり学校の時代に潰されてんじゃないか、学校以外の場所にいるんじゃないかと思って、不登校や引きこもり、こういう子どもたちを対象にちょっと面白い活動を始めようと思ったのが異才発掘プロジェクトなんです。ではスライドお願いします。とりあえず始めてみたら、5年間で、2000名を超える応募者があって、その中から127名を選抜して、とにかく300種類以上のプログラムをやってきたと。選ばれた子ども以外にも3500名近い子どもたちが参加し、とにかく突き抜けた研究っていうのを研究ではないですね、教育っていうのをやらせていただきました。スライドお願いします。で、一人でやっぱり好きな道を進む子どもたちってたくさんいるんですけど、やっぱり迷いがちですよね。ある子どもがトリュフが好きだってトリュフを見つけてくるんですよ。この季節実はたくさん取れるんですよね。だけど学校でそれ見せたら、お前汚いない、臭い、気持ち悪い、お前トリュフの話しかしないじゃないかっていじめられる。僕友達いないんだって相談に来ました。お前なんか友達なんかできやしないって、諦めろって、こんなひどい言い方しないんですけどね、お前の狭い学区にはいないだけだって、日本全体とか世界見たら何十人何百人もお前の友達はいるって、だからグローバルに生きりゃいいんだよって、そんな子どもたちを集めて、自信を失わないって、で興味をやっぱり突き抜けて伸ばして潰さない教育をやっていこうって考えたわけです。スライドお願いします。で、集めてみたら意欲的でスピーディーな子どももいれば、ゆっくりしたスローな子どももいる。一つのことをのんびり取り組む子どももいてって、本当にユニークな子どもたちのバラバラな集団ですよね。こういうものが本当の多様性なんだろうなと、思ったわけです。次お願いします。で、よく多様性理解教育って最近よく言われるんですけど、人種や障害理解ってなんかそういうことばかりで、実は隣にいる人の認知や運動や性格特性を理解している人がどれだけいるだろうかって、やっぱり社会に適応するためにはやっぱり人と同じようなことができなきゃいけないっていうことをやっぱり社会が求めすぎてる。小中学校行くと必ずみんな仲良く元気よくっていう標語がありますよね。一人静かでおとなしくっていうスローガンを掲げた学校が一校もないんですよ。おかしくないですかっていうことですよね。もともと積極的じゃないっていうのはこれ性格特性の一つであって認められるべきなのに、それが全部否定される社会になってしまってるっていうことですよね。でスライドお願いします。でいろんな子どもたちが集まって彼らが無視敵対するんではなくて共同する時が来るだろうと思って僕たちは今こういう活動をやってるんですよね。もちろん仲良くオールマイティにできる子をダメって言ってるわけじゃないんですよね。今その子どもたちだけが評価される。いやいや、もっと変わった子どもたちを大事にしようじゃないかっていうのが我々のプロジェクトの目的なんです。じゃあ次お願いします。
で、学校に馴染めないんだから学校と違う時間空間を超えた学びの場を作っていこう。それがロケットなんですよね。中村さん、学校作るんですかってよく言われるんですけど、そんな気あんまりありません。なぜなら、学校作ったら法律に縛られちゃいますよね。不登校なんだから不登校の特権を生かせばいいじゃないかって考えたわけです。で、次お願いします。で、不登校の特権って言ったら何かっていうと、時間の制限がなくていい。時間割ないですからね。教科書もいらない。目的もない。一緒に学ぶ必要もなしっていう。なんだこんなバラバラなことでどうすんだよってよく言われるんですけど、それでも一つの活動をやっていくと、子供それぞれがそれぞれのペースでそれぞれの目的を見つけていくっていう、こういう場所が出来上がっていくっていうことなんですよね。次お願いします。で、私自身の、頭の中には、子供に年間10枚のお休み券配ればいいんじゃないかなって思ってるんですよね。もう休んじゃいけないって、それで休む自分はダメだと思ってる。やっぱり自分のやりたいことをやるために、もう自由に休めるチケットをあげようじゃないか。私国の会議でこれを提言して、全く相手にされませんでしたけど、私は本気にそれをやりたいんですよ。ね、ごめんなさい。すいません。全く、自由な権利を子どもたちに与えたいんですよね。で、これおかしなことかっていうと、実はそうでもなくて、大人は有給休暇っていうのがあるわけですよね。この有給休暇さえ消化できないっていうのは、子どもの頃からこの休むっていうことを積極的にやってないからだっていうふうに思ったりしてるんです。で、この年間10枚のお休み券を配ればどういうことが起こるかっていうと、スライドお願いします。これがスクールオブ日本構想なんですけど、例えば昆布の好きな子は1年に1回、例えば根室市で昆布のプログラムがあるから、そこに出かけていく。そこに行くときに、はい、俺休んでくるって、このお休み券使えば自由に休めるわけですよね。トリュフの好きな子もそうですよね。静岡県の山奥でそういう会があるって言ったら、そこに堂々と行って、そこで仲間ができるっていう、つまりもう一つの学校を持つっていうことができるんじゃないかっていうふうに思ってるんですよ。で、全国の自治体を回りながら、こういうことやりませんかっていうことで、今企業さんに自治体さんに声かけしているところであります。では次お願いします。で、これが我々が5年間でやったいろんな地域のプログラムなんですよね。日本各地に出かけていって、学校を飛び出して、とことん空間時間を超えた教育をやってきました。次お願いします。で、その中で見えてきたことって何か、今ポストコロナ時代っていうのはAI ロボット時代でもあるわけですけど、我々 R2D2 って呼んでるんですよね。これが子供に必要な力じゃないだろうか。リアリティ、レジリエンス、デベロップメント、ダイバーシティ。今の子供たちって知識がたくさんありますよね。だけど全くもってリアリティがないっていう。よく知ってる。銀とアルミニウムと鉄の違いはっていうと、銀は AG で鉄は FE だって言えるんですけど、家で使ってるカトラリーは何でできてるっていうと全く言えないっていう、これが本当の知識なんだろうかっていうことなんですよね。昔だともっと何かリアリティ持つ生活を僕たちは行ってたはずなんですよね。レジリエンスもそうです。計画がしっかりしてプログラムがしっかりすればするほど変化に弱い子どもたちが生まれてるっていう、高齢者が増えるとますますそうなっていきますよね。ポテトチップスの袋って今日本の製品ってすぐこうやって開くんですよ。切り欠きもよく見えるようになってる。私のような老眼でこの手先のこの感覚が鈍った人間には便利なんですけど、これ子供がこればっかり開けてるとどうなるかっていうと、この間ですね、海外製のチップス渡したら開かないって言うんですよ。歯で噛めって言ったら汚いから嫌だ。じゃあハサミ持っといでって言ったらめんどくさい。って食べないの？こんな変な商品買ってこないでって。こういう子がやっぱり、皆さんもなんとなくうすうす感じておられるんだろうと思うんですけど、やっぱりなんか変だなっていうふうに思うんですよね。彼らが英語喋れて国際社会で生きていけるかっていうと、決して生きていけないだろうなって思うんですよね。で、あと深掘りする変わった子がいなくなりましたよね。そんなことするより勉強しなさい。大学行けなかったらどうすんのっていう、こういう教育。で、世の中の軸も多様じゃないですよね。5教科の成績がいいことだけで評価されるから、この本当に多様な軸を失ってしまってる。
っていうことです。この辺りのところを取り戻していかなきゃいけないなって本当に思うんですよね。これは実は昔は家庭や地域で当たり前のように身につけられてたものなんですよね。それが何か、学びの場でなくなっていき、学校と切り離されてっていうことになってしまってる。だから今の学校をもう少し外に開いていかなきゃいけない。つまり学校という垣根を取っ払う必要があるんだろうなって、思ってるところなんです。次お願いします。で、ちょっと我々がやっているプログラム、どんなプログラムがあるかっていうと、北海道十勝に1月末に連れてってマイナス20度のところで寒いかって言ったらみんな寒いですって子どもたち言うんですよね。じゃあ火を起こそうって。どうやって先生起こすんだって。氷で火が起きると思うから氷で火を起こせ。何も道具は与えられず。じゃあどうしようかって言って子どもたちは考え出すんですけど、分かった。氷でレンズを作ればいいんだなって。で、もう2年間やってますけど誰もこれに成功してないんですよね。口で言うのは簡単なんですけど実際やるのはとても難しい。透明な氷を作れない、どうやればいいんだろうか。そうやってじゃあ透明な氷を探そう。スラウラーは透明だ。馬小屋のお湯が凍った氷は透明だとか、なんかそのあたりのところの変化を得ながら、やってるところなんですけどなかなかいかない。理屈と現実は違うっていうことを徹底的に教えていくっていう、それだけのプログラムなんです。だから成功なんかしなくたっていいんですよ。やっぱり、今こんなこと言ったら怒られるけど、お前たちはバカだなって。子供は基本的にバカなんだって。大人もバカですけど、だから常に挑戦していく必要があるっていう、その構えだけを教えるプログラムなんですよね。知識なんか教えやしない。次お願いします。あとよく旅に、これそうですね。今ブラックボックスばかりじゃないですか。デジカメで写真が撮れるって。なんで写真が撮れるんだって誰も考えない。車が走る。どうやって走るか考えない。このブラックボックスを徹底的に解明していくっていうことで、この2年かけて出版カメラですよね。コロジオンを硝酸銀につけて、フィルムを作って20秒30秒動くなって言って撮る写真っていうか、こういう技術を教えてみたり。次お願いします。旅に行くんですよね。僕たちの旅の目的、ポイントっていうのは、いわゆるいつ行くかいつ帰ってくるか子供には教えない、目的も教えない。とりあえず世界のエネルギーを探しに行こうっていう、こういう旅に出る、次お願いします。これは端から端までっていう、プログラムなんですけど、これまたもし後ほど時間があればお話します。次お願いします。これがエネルギーを探そうっていう旅なんですけど、とりあえず成田空港に夜10時に来いって言って子どもたちはやってきて、入ってチケットを渡されてたどり着いたところがインドのアーメダバードっていう、深夜そこに着いて、何すんだ先生、ここでエネルギー探すの。そうだって。で、南のプランテーションから貧困地域ガンジス川を通って北のデリーまで1週間旅をするんですけど、子どもたちは真面目に太陽光パネルはないか、油田はないかって探す。で、デリーについてあったかっていうとありませんでした。もうどうだって、疲れました。もう本当にヘトヘトです。何に疲れたんだって言ったら、もう人のエネルギーがすごいですねって。そうか、すごかったかって。それが答えなわけですよね。この国がどうなるか分かるかって。日本ってやばいですねっていう。こういう哲学的な旅をやってるっていう。だから僕たちは知識は教えない。とにかく知識は今どうやったって得られるんだ。とにかく考える力っていうか、それを養う教育を今、いろんな子どもたちを集めながらやってるという。簡単ですけど、ちょっと時間過ぎてしまいましたけど、こういうことをやっております。以上です。素晴らしい。そんなところに自分も行きたかったです。いや本当にまさにそう思いましたね。僕のような素敵なロケットですね。もう本当にいいとこだけお見せしてますけどいろいろと組合の喧嘩もあったりですね。大変ですよやっぱり子どもたちね、エネルギー溢れてますから。はい、では、次僕がの、プレゼンテーションを簡単に行えばいいですか。これ私の声ってまだなんとなくやばい感じ？
中村先生、内田さん、まだやばい感じだね。これまた音声が。山形さんの声は僕の声は大丈夫ですよね。はいはい、今聞こえました。じゃあ僕の自己紹介なんですが、僕は鳥取県出身で、小学校中学校高校生を本当にまさにミスフィットな今日のテーマのミスフィットな子供だったなと思いながら中村先生のお話を伺っていました。で、本当に学校の勉強にも全然できず、環境にも馴染めずな幼少期だったんですが、なんとか自分から抜け出したいっていう気持ちだけはあって、で、地元の田舎の鳥取から出て、で大阪の専門学校に行くんですが、そこでもなかなか自分うまくいかない気持ちになって、中退をしてしまいます。で、その後たまたま、大阪のあるお店に行った時にお店の店長が留学がいいよっていうふうに言っていただいて、で自分の人生の中で留学っていうものが全くなかったんですが、英語も本当に僕2桁ぐらいの点数を取ったことがないぐらいの英語ができなかったので、留学なんて自分の人生に関係ないと思ってたんですが、けどちょっとその時までの自分っていうのがどうしてももやもやしていたので、とにかく何か藁をすがる思いでなんか大きな希望を持って留学をしたというよりかは、なんか藁をすがる何でもいいから少しでも得れたらいいなっていう気持ちで、ロンドンの方に留学をしました。でそこからいろいろともともとファッションデザイナーに、なるというイメージも最初はなかったんですが、やっぱりファッションをやってみたいという思いで勉強をするように、なりました。はい、そこで、なので日本の教育と、海外の教育を受けて、帰ってきたんですが、たまたま僕が行った学校っていうのがロンドンの学校がとっても自由な学校で、そのセントマーチンズというところなんですが、なんかあまりにも自由すぎてちょっと学生からクレームが出るような場所でした。で、それで学校のことを調べるとパンクっていうパンクムーブメントというかパンクミュージックだったりとか発祥の地みたいなことを言われてる場所でもあって、セックスピストルズが初めてギグをやったのがセントマーチンだったっていうところもあって、なんか学校全体にちょっとパンクな空気感もなんか香りが残ってるような感じで、先生とかがいわゆるもうそのパンクの世代の方々だったりしたんで、そういう方々からいきなりなんかのびのびとやらせていただいたというのがあります。でそうやって、そういう教育を受けて、日本帰ってきて、何度か大学だったりとか専門学校だったりとかで、呼ばれるようになって、少しこう教育の現場っていうことに関わるようになって、そこからなんかそこでちょっともう既存の学校でできているものの中に自分が入っていってもまたそこにもう合わない自分だったりとか違和感だったりとかする部分もあったりとか、なので一度自分の、場所を作って、学生に来てもらう形はどうかと思って始めたのがここの学校です。はい、じゃあちょっと次の画像なんですが、先ほどもお伝えしましたが2008年からやっております。で、延べ1000人ぐらいの、受講生が来てくださいました。で、先ほどもお話ししたように、日本のファッション教育っていうのはすごく、世界でも、評価されている部分も多々あるのですが、
その中で、本当にものづくりの部分でクリエーションって部分で、育てていくっていう環境がいろいろな、世界の、教育機関とかはちょっと見るようになってて、あまり日本にそういうものがなかったなということが分かるようになって、でそこで、じゃあ少しでも自分が見てきたものとかでできることがあるかなと思って立ち上げたのが、個々の学校です。で、個々の学校って名前も本当にそうなんですね。個々っていうそれぞれの個々っていうのと、ヒアでここっていう部分を合わせて、個々の学校という名前にしています。はい。で個々の学校に来てくださってる方々っていうのが本当に年齢も様々で、今まで一番最年少で本当に中学生の子から一番最高齢で84歳の方が来られて、そういうちょっと年齢も超えてた方々が本当に交わって、本当にファッションのことを考えたりとかするっていう場所で、時に例えば小学校の先生とかが来られたこともあるんですけど、その小学校の先生が普通に高校生になんかディスカッションしててちょっと怒られるみたいなそういうこともたまにあるような場所です。はい、じゃあ次の。で個々の学校をずっと活動していく中で、パルコ渋谷のパルコの方で個々の学校の授業を何年かやったこともあるんですが、そのご縁で渋谷パルコに新しく学びの場が作りたいというお話があって、僕の方にお声がけいただいて、今パルコの9階の方で学という学びのスペース、それも10代を中心としてさまざまなジャンルの学びがそこで発動するという場所が今立ち上がりました。こちらも本当は今年の4月にちゃんとオープンさせる予定だったんですが、本当に緊急事態宣言などが重なり、今秋でオープンをしているんですが、やっぱりちょっと様子を見ながらのスタートで本当にマスクをしながらちょっと試行錯誤で進めている状態です。はい、でこちらで一回中村さんのロケットさんのワークショップなどをやっていただいたかと思います。ありがとうございます。お世話になりました。はい。じゃあ次の。はい。で僕の活動は個々の学校以外にもリトゥーンアフターワーズというレーベルを2007年から立ち上げております。で去年上野イエスの2019の方で全体のディレクターという形で関わらせていただいたと同時にファッションショーを行いました。フローティングノマドというテーマで、現代のノマドとか、遊牧民というのをちょっとテーマにして、上野公園の本当に噴水広場で噴水の真ん中を、歩くという演出を行いました。でこのリトゥーンアフターズの方では結構本当にもうだいぶ前だと思いますが、内田彩子さんの、お子さんの内田キャラちゃんに一度お自宅に伺って、鈴木司さんに写真撮っていただいたという経験があります。どうもありがとうございます。いです。あの時なんか巨大な毛糸のパンツ。そうですね。八重子さんにも巨大なパンツを着ていただいて。もう10年ぐらい前そんな前じゃないですか。そうです。10年ぐらい前ですかね。はい。娘が今大学生ですけど。ですよね。びっくりしました。最近写真を見させてもらって、はい、キャラちゃんの。はい、ありがとうございます。いいな話ができて。そうですか。なんか私の声は聞こえてない。日比野さんの声まだ聞こえないですよね。はい。私どうですか？山形さんの声は聞こえてるから、僕の気持ちは山形さんに託して伝えてもらっていいですか？で僕は内田さんの表情を見ながらこうリアクションして、ちょっとこう不適合者的な気分をちょっと今味わってる感じは
近いけど遠いみたいな。これ YouTube 聞いてる人に僕の声は聞こえてるのかな。聞こえてる。なるほど。なるほど。そういうなんか感じなるほど。はい、じゃあそういう状況でどういうトークになるかちょっと。これ難しいですね。じゃあ日比野さん、すっごい日比野さんいや僕の気持ちをじゃあ山川さんが内田さんとか中村さんに伝えてくれればいいんです。そうですね。はい。この手話じゃないけどこう、はいちょっとそれをちょっと山さん言ってよ、内田さんと今、中村さんに。日比野さんの気持ちを僕が代弁するような感じでやろうって話になってますので。はい。はい。大事なところはじゃあ日比野さんのおことは僕がトランスレートします。伝えてくれればそれでいい。はい。はい。あれ？じゃあ続けてどうぞ。じゃあよろしくお願いします。じゃあ次の画像で。で最近はアイディアマガジンという、デザイン誌の、で、初めてですかね、ファッションをテーマにした号の総合監修をさせていただきました。はい。じゃあ次の。はい、で去年、あと、僕は0点という絵本も出させていただきました。これはなんか本当に10年ぐらい前に出てきた頭の中に出てきた僕の中で出てきたキャラクターで、0点くんというキャラクターです。はい、でこれのエピソードをちょっと簡単にお伝えすると次のページ行ってよろしいでしょうか。はい、もうまさになんですかね、僕の小中高校生時代の若い頃のイメージをちょっと膨らませたらこういうなんか、キャラクターが出てきたという絵本です。で、0点くんちょっといじめられているシーンです、こちらは。はい。で次で頑張ってちょっと悪い子にもちょっとつるもうとするっていうのはちょっと馴染めなくてっていうシーンです、こちらは。はい。で0点くんはゴミ箱行きかなっていうことでちょっとゴミ箱に、一緒に悩んでるシーンがこちらです。はい。で次。自分のことなわけね、山川さんのね、昔の。そうですね。で、0点くんが自分の0点というレッテルに悩みながらも、どうしようってなっていくストーリーなんですが、最後に0点くんっていうのが一回心ぐしゃぐしゃに自分の心がなるっていう、髪がぐしゃぐしゃになってしまって、それで自分の容姿を変えていくっていう行為をすることによって最後紙飛行機になったからここはちょっと去りたいっていう気持ちで去っていくみたいなストーリー。答案用紙としては0点だけども紙飛行機になれば0点じゃなくて飛べるし、そうですね、っていうことね。はい、そうです。なので0点というレッテルからまた別のところに行ったっていう、ストーリーになっています。はい。じゃあ次の。はい。こんな感じでこういう0点の本を絵本を作ったりとかそういうものをしながら僕も自分自身の経験っていうのがあって本当に中村さんがお話しされたようにそういう実際そういう子供だったなと思いながら僕はお話を聞いていました。でまさしく本当に内田彩子さんと同じように僕も幼少期に行ってみたかったなっていう、はい、気持ちになりました。はい、ありがとうございます。ではじゃあ僕の気持ちを、はい、じゃあ内田さんと中村さんに、はい、じゃあ通訳します。はい、通訳してもらっていいですか。はい。ロケットの学校は、本当私もぜひ行ってみたいと思います。日比野さんもロケットに参加したいということで今日比野さんの声聞こえます。聞こえる？よかった。今聞こえてます。はい。きっとね、まあこういうことあるよ。はいはい。こういうことあります。いろいろありますから、その予定通りに行くわけないし、そういうものもこう受け止めていくっていうのがミスフィットなんていないっていうところなので、はい。みんなちょっと、はい、聞こえないけどもギリギリな感じでもやっていきましょう。
あ、聞こえてよかった。聞こえてよかった。はいちょっとジェスチャー入れるとこう。あ、そうですね。そうですね。ジェスチャー。喋ってる時はこうやってジェスチャーで。手話があるんだけどね。こう手話的な気持ちをこう伝えるみたいお願い。伝わりましな。た。アクセル伝える。キャッチしました。ありあ、がとうございまよかったよかった。もう今普通に聞こえてるんですか、じゃあ。聞こえました。よかった。あ、よかった。す。よかったよかった。はいあ、聞こえてきた。何かがすっきりした気がする。あよかったですまた聞こえなくなったらお願いします。通訳。じゃあちょっと今の流れで日比野さんも今いろいろもちろん東京芸大でやられてる先生やられてるというのもありますけど、ターンなどさまざまなまた活動されてると思うんですが、そちらもお話伺ってよろしいですか？ゆっくり話すかどなたら。かちょっと違う人の音声が混成してませんか？混成している。裏方の方の。そうなんですよ。私と中村さんには聞こえてますよね。ずっとスタッフさんの声。そうなんです。マジですか？通訳が僕らには聞こえてない。あ聞こえあ、なんか、周りの声がきっと混成しちゃってるってことですか？はい。はい。じゃあ私がゆっくり今大きな声で大きな声で話します。素晴らしい。あれ大きな声で話そうと思うと中身があまり浮かんでこないね。はい。さっきの美術のいいところは僕が時々例に出す話として、ここに1個の赤いリンゴがあります。それを4人で1つのリンゴをお絵描きします。中村先生、内田さん、山形さんでみんなで絵を描いて、じゃあ1時間ぐらい絵の具とか使って絵を描きました。はい、じゃあみんなで見せ合い1個しましょうって言った時にこうリンゴを見せました。でその時に同じリンゴで良かったとは絶対思わない。みんな同じリンゴで良かったとは絶対思わない。でもこれが 1+1 はいくつとか漢字を書きましょうっていうことだと、はい、中村君正解、内田さん正解、山形さん0点、日々の間違ってるってなるけども、リンゴの絵を4人が出したら、中村先生のリンゴはやっぱり中村君らしいね、ややこちゃんのリンゴは本当可愛らしいね、山川さんのリンゴは山川さんらしいねってなるというのが、絵の特性というか絵の面白いところなので、このアートの一人一人が違ってていいよねっていうその特性をなんかこう社会のこう考え方のベースに展開していけれると、今どうやってダイバーシティ多様性な社会を築いていこうかっていろいろ考えているその時にこの特性をなんか生かしたいなということがあります。で今東京芸大も専門性のアートを人材育成するっていうことに限らず、今言ったもう一つのアートの特性、一人一人が違ってていいんだっていうことを、社会の中にこう広めていくという活動を始めたところです。それが、ターンプロジェクトとかダイバーシティ
を取り入れた授業でドアというものがあるんですけども、そのような展開を今してます。聞こえた？ちょっと聞こえてます。聞こえました。心に響きました。よかった。はい、とてもいいお話で、ちょっと喋ってもいいですか？はい。この間身体表現の体育の先生とお話をしてて、はい、ゾウさんをやりなさいって言ったら、ほとんどの子は右手でこう鼻をこうやってゾウさんをやるんだそうです。ある一人の男の子が首をこう振ってゾウさんをした。そしたら研究授業で、なぜあの子を治さないんだって、あの子だけ首を振ってるじゃないかっていう、こんな話が実は現場では出てきたり、で目を閉じてウサギを表現しなさいって、でそして目を開けたらみんながこうしてたって言うんですよ。だけど実際ウサギってこんなにしてるウサギってほとんどいないじゃないか。ウサギ小屋にいるウサギって耳はこう寝て、どうしてむしゃむしゃしてるのに、こうやってる子は一人もいないっていう、この表現も指導によって一つの方向になんか歪んじゃってる、向けられちゃってるっていう話を聞いて、僕今日村先生がおっしゃったようなことがもっと伝わらなきゃいけないなと思ったんですけどね。でもそういうふうにステレオタイプな今言ったウサギの形とかゾウの形っていうのを植え付けてる、子どもたちに植え付けてる大元は何なんでしょうね。別に一人一人がこれが正解だよって教わったわけではないはずなのに、どこかでゾウというのはこうやって手でこうで、ウサギはこうだよ、テレビとかですかね。なんなんだろう。まあミッフィーちゃんとかね、そういうメディアを通して、何らかのメディアを通してみんなが共通認識っていうのがあるんですかね。僕は学校は100点を定めるからじゃないかなって思ってるんですけど、必ず100点、これが100点って、美術の音楽だって100点があるんですよ。本当はあっちゃいけないはずなのにって僕は思ってるんですけど。そうですよね。じゃあやっぱり答えが一つっていう教え方がやはりどこかに存在してるから、こういうことに点数がついていくっていうか、100点っていうゴールがあるんですかね。なんか僕勝手に喋っちゃったんですけど、日比野先生、山川さんどうでしょうか。そうですね。なんかちょっとそこで僕お伺いしたいのが、今子どもたちのお話をしてると思うんですが、皆さんのなんか子ども時代ってどんなんだったのか純粋に気になったんですが、いかがでしょう。じゃあ中村さん最初に。じゃあ僕は好きなことばかりやってました。で子供の頃から新聞配って好きなことをやるためにはアルバイトをするっていう、小学校の頃からそういうことをやって、小学校の高学年から中学校までは蝶々の交尾機、生殖器をずっと顕微鏡で見る少年だったんですよ。変態少年ですよね。友達に中村を遊ぼうぜって言われたって、いや俺忙しいからって言って蝶々の交尾機見てました。だからまあね、よく親が許してくれたと思うんですけどそんな生活を送ってました。中村さんの周りには中村さんを理解する方々がおられたんですか。いや理解はみんなしてないけど、まあなんか言う人はいたのかもしれないけど、僕全然気にしなかったんですね。逆に気にしなかった中村さんなるほど。じゃあ八重子さんいかがですか。小さい頃ですか。どういう。とても孤独な子供でしたね。今考えるとっていうのは、母子家庭で、家に帰っても誰もいないので鍵っ子で小学校低学年で、本当に赤ちゃんの時から家におもちゃを置かないっていう母の主張で、いただいても返しちゃうし、自分でもつまりもう本当に家の中に子供が暮らしてないような家にコンクリート打ちはめて、床は原焼石、真っ黒い原焼石で、階段に手すりもついてないし、すごい危ない家で
おもちゃもないので、じゃあ何で遊ぶかっていうと、お鍋とか傘とか、ハンガーとか、そういう本当に物っていうものが与えられないで育ってきちゃって、学校は日本にあるインターナショナルスクールだったんですね。学校に行くとみんな肌の色が違って当たり前だし、持ってくるお弁当もみんな違うし、匂いも違うし、テレビ見てる子も見てない子もいて、見てても違う言語だったりするから、当たり前っていうところで、今思えばもしかしたらそれは幸福なことだったのかもしれないけれども、で後に中学校に小学校6年生がインターナショナルスクールで終わった時に、日本語力があまりにも乏しいんで日本の学校に突然公立に移ったんですね。でその時に初めて人と違うっていう目で見られたことを体験して、で今思えばいじめもということだったのかもしれないし、その無視をされてしまう、省かれてしまうっていうこと、それまではみんな違ってそれぞれ勝手にやってるっていうところから、なんとなくパッと見ると制服もみんな着てるし、髪の毛も肌の色もみんな一緒で、私みたいなことをしていると浮いてしまうんだな。で一生懸命お友達も作りたかったんで、一生懸命自分では合わせてるつもりでも、ずっとミスフィットの状態で、だからその両方を体験してるから、どっちかだけでもその別の教育環境の良さも悪さも見えなかったと思うので、そうですね、中途半端ないろんなとこにいたんです。その後海外にスイスの高校に行ったり、大学はパリにある大学に行ったりして、そういうふうに転々と、結果的にしたので、そうですね、そんな感じでした。でもとってもやっぱり子供時代ってこういうふうに同じだねっていうことがやっぱり心地よさだったり安心するから、よくそのことで私を省いたことがすごく悪いとも全然思わなくて、私が見たことがない雰囲気の人が来たら怖いって閉ざすのは当たり前だし、その時は分からなかったから母に相談しても見たけれども、それこそ私の両親はもう真っ当なミスフィット、社会不適合者だったので、なんでそんな違うことが、要するになんでハマりたいのっていうふうに逆に聞かれるんですよね。ハマる必要がないじゃん。あなたはあなたで好きなことを見つけて、それこそ中村先生の好きなことをこうやってずっと面白がって突き詰めていった時に、それこそ時間が経つのも忘れてたかもしれないし、そういう誰かと同じであることを一生懸命フォーカスしないで済んだっていうことですよね。中村先生は変な話、そうやって省かれたりいじめられたりっていうのは子供の頃はなかったんですか？性格的になかったですね。どんな性格だったんですか、それは。やっぱり突き抜けて変だったんですかね、他の子と比べると。なるほど。なんか楽しそうに自分だけで好きなことをやってるっていう、突き抜けて変だったら大丈夫なんですか？いや、自分が変でなんか今見ると変だなって思うんですよ。だからそのことが分かってないんですよね。じゃあ例えば今先生の関わってるロケットの子どもたちを見てもみんな突き抜けて面白いですか？いや、そんなことないですよ。ないですか？やっぱり何が突き抜けてるって僕にはやっぱりよく分からないとこってあるんで、変わってる子っていうか、社会でも学校でも家でもやっぱり適応できてない子をやっぱり選んで一緒にいろんなことをやってるんですよ。
から突き抜けってね、もちろん見えてる子もいるけど、なんか見えない部分ってありますよね。聞こえます？はい、聞こえます。よかったです。はい。僕も喋っていいですか？いやもうバンバン喋ってください。なんかこの15分間ぐらいがなんかすごくこうちょっとこう、仲間に入れない感じの、寂しくさせ寂しかった。なんかすごいなんか仕組まれたような感じのこのはい。やっぱりなんかきっとこういう気持ちの子たちっていると思うんだよね。なんか喋りたいけどもなんかなんだろう、何が原因かわからないけども、本当今何が原因かわからなかったんだけども、久しぶりに喋ったら唾が詰まった。何が原因かわからないけども気持ちだけはあるけどもタイミング入れないで、何か向こうから言ってくれればなんか頑張って喋れるけどもそのタイミングもきっと今中村先生も内田さんも山さんもきっと日々の音声は調子悪いだろうから今話しかけてもなんか通じないからっていうその気配りがあるから話しかけないけども自分も今テクニカル的にどうなったのかわからないから発していいのかどうかわからないっていうその10分間ぐらいあったじゃないですか。似てもね、それはきっとそういうのが子どもの中で半年とか3年とかっていうのがあってあの子はそういう子だからとかっていうふうにだんだんそう阻害っていうのかな、自分もそうだと思い込んじゃう相手もそうだろうっていうふうにあの子はそうだからねとかあと親もひょっとしたらこの子はそうだからっていうふうに、でも僕ちょっと自分の話あるね本当私それに似たところがあってちょっと病気がちであんまり学校に行けない時が長くって、で学校に行っても日々もう真っ白けで外で遊べれるような子じゃなかったから体育の授業も参加できなくってでそういう子だったんですよ。で、ある時よく覚えて小学校5年生の時に4年生5年生だと思うけども、学校で児童会長を選ぶと。で立候補をする人は手を挙げなさいってクラスの中でやったのね。でその時に、当然元気のいい森崎ってやつがいてそれと「はーってこう手を挙げるわけで、森崎元気いいしいいなと思ってそうだなと思ってでその横で僕がなんかこうスーッてこう上げたんですよ。でそしたら周りが「嘘だろ?」って目で見るわけ。嘘だろみたいな。どうしたどうしたみたいな。どうしたの日々のみたいな。でも自分で分かんなくってこうなんか開けたのね。でそしたら先生も驚くよね。担任の先生もどうしたんだお前みたいな。で森崎で行くはずがなんか日比野が手を挙げたからなんかじゃあ日比野にしてみるかみたいな。クラスの中で1人選んでクラス2組しかなかったんだけどもでやっていく。でそれで森崎もなんか面白がって「じゃあお前やれよ」みたいな「なんかやるか」みたいな。でそれでそこからなんか応援してくれてみんなが。でその児童会長なんかヘナチョコでやるようになったんですよ。そこから結構なんかぐるぐる動いてって、で時なんで俺は手を挙げたのかいまだにわからないけども脳より手が動いたみたいな。スーッとなんかこう自分を変えたいっていうわけでなんだろうな、なんか森崎が「はいはい」ってあげたからなんとなくいいな彼みたいになりたいなっていうふうになんとなく思ってだからなんか手が上がってるみたいになったのかもしれないけども。だからきっとそういう子たちそういうチャンスそういうきっかけで変えられる子って山ほどいると思うのね。けどそれが見つからなくってとか気づいてもらえなくってっていうのでこ
でもそのチャンスがいろんなシーンでね、一個の学校の組織っていうだけじゃなくって町内会とか違うチームとかグループとかっていうところでそういう「はい」っていう手が上がるようなね、そういうものがたくさんそういうユニットがあると今日の少しずつ教育を変えていくっていうところが今学校しかないもんね。いやそれこそ本当に僕、なんですかね、海外に行くまでそういう経験がなかったですね。はい、チャンスがね。そう、なんかあんまりそういう、全然記憶があまりないですね。その中村さんのような環境とかになかなか出会えなかったと。でやっぱり今僕は個々の学校やっててもなんだか中村さんのとかミスフィットを感じた子たちが成長してそこでやっぱりその時に傷ついた心の状態でなんだろう、またそこで悩みながらまたものづくりをしているんですが、なんかやっぱりだから大人もすごいそれ引きずってなんか悩んでるっていうのをやっぱ目の当たりにしますし、なんかそういう部分で個々の学校とかはそういう形で引きずった心、なんか本当にトラウマとかそういうものを引きずった方々も結構いてっていうのは本当思いますね。はい。でも多分やっぱり学校で不登校の子どももたくさん日本の世界にもいますけど、やっぱり学校以外の場、別にそういうファシリティがなくてもそういう人たちと別の人たちと出会った時に子ども自身も別の自分の中のペルソナっていうのを持ってる、そういう場っていうのは本当に例えば学校でいじめにあって塞ぎ込んじゃって一回心が塞ぎ込むとなかなかもちろん出せないんだけども、なんか本当にさっきの日比野さんのおっしゃったように本当小さなきっかけですごくその子のまた別の部分がパーンと出る瞬間ってあると思うので、その時にも本当ロケットとかここの学校とかそういうところがあるっていうのはとっても希望が私も親として思ってるし、今不登校の子たちの全体数の中の 2,3% しかそのフリースクールっていういわゆる学びの場に行く子がいないっていうのを聞くと、じゃあ残りのね 98% の不登校の子どもたちはどうしてるんだって、その中で外にも出れずにインターネットとかテレビとかラジオはあるかもしれないけども、やっぱり生身の人と出会う場っていうのが、中村先生のように自分が好きなものがはっきりしてる子ばかりじゃないし、そうですね、一歩外に出たところでしかっていうか一歩出るとやっぱりいろんな、ものに出会える、で自分もアンテナを立てることができるだろうから。難しいですね。っていうんじゃない別の価値を用意してあげたいし、私たち大人たちがそういう学校だけじゃないよ人生はっていうことをもちろん学校が好きで行けてる子にはいいんだけれども、そうじゃない、オポチュニティっていうのを見せてあげるようになるといい。一つエピソード紹介していいですか。はい、もちろんです。うちに鈴木康弘さんっていうアーティストがいるんですけど、彼が何年か前からロンドンデザインビエンナーレに作品を出品するっていうんで、透明な人を作りたい、でなんかでっかいアクリルブロック持ってきてこれ削って作るんだって言って、なんか機械で荒削りしたのを持ってきたんですよ。アクリルブロック削ったら真っ白ですよね。これ磨いたら透明になるって言うんですよ。でどれぐらい磨くのって言ったら、朝から晩まで磨いて1ヶ月かなって言って、誰が磨くのって言ったら、いやどうしましょうって言って、無責任な、じゃあ引きこもりの子に頼もうって言って、ある中学生に来てもらったんですよ。で彼がずっと磨き続けて2週間経ったらほぼなんとなくガラスっぽくなるんですよね。うわすげえって。で彼が鈴木君に、鈴木さんこれ何%ぐらいですかって言ったら、鈴木君が
100% で言ったら 80% だけど 300% で言ったら 60% だ。なんか計算間違ってるね。これ何なんだこれって彼分かんないですよ、その中学生は。それでも磨き続ける。で3週間経ったらほぼガラスみたいになってきて「どうですか?」って言ったら鈴木君が「まだだ」って。で次の日もこうやって磨く「どうですか?」って言ったら「ダメだ」。で次の日も「どうですか?」って言ったら鈴木君が「なんで君はそんなことを聞くんだ。君が磨きたいとこまで磨きなさい」って。そう言われた瞬間にその中学生が分かったと思ったんだそうですよ。この人100点で生きてる人じゃないんだって。やっぱりこうアートとか、ね、音楽とか100点がないところが素晴らしいところですよね。でもその教育がやっぱりね、その瞬間にできたっていうのは、別にその中学生が好きなことがあったわけじゃないんだけど、なんかもう生きていくきっかけとなってやっぱ立ち直っていきましたよね。なんか今やっぱり5教科の点数っていうことばかり言ってる気がしてて、僕は主要5教科じゃなくて、ね、音美体、ね、家庭科技術っていうこっちが主要4教科になった方がいいと思ってるんですけどね。本当に学びの原点はそこにあるんじゃないかなっていつも思ってます。なんかそうですね。はい。さっき鈴木さんの浮かんでる人がインドのとこの写真にちらっとはい、出てましたね。ここはね、透明なね、鈴木君の。はい。あれ世界連れ歩いてるんですよ。僕も鈴木さんの海外なんかアジアあたりで見ましたね、浮かんでる。そうですか。はい。なんかヨーロッパでも見ました。いろんなとこでいるなと思って見てます。この磨きは最終的に自分自身の納得のいくここだ、これが磨きの自分の中の頂点だっていうのは見つけて自分で申告したんですか？いえ、結局ロンドンに送るその時間までです。まあ当の鈴木君はまた帰ってきてからまだ磨いてますからね。そうですか。ここにまだヘアラインがあったって言って本当に不思議な世界ですけど素晴らしい世界ですよね。なんかその不登校の話とかがあったかと思いますが、先日内田彩子さんが9月1日の母からのバトンということでお母様が不登校の活動をされてるたっていうの、それをちょっと引き継いでとお話があったかと思いますが、その話にも伺ってもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。そんな大それたバトンを引き継いだっていうことではないんですけど、きっかけは母がそうですね、ちょうど2年前に他界したんですけど、骨折して入院中だった病院である日窓の外を見ながら死なないでねっていうことを繰り返し独り言のように言ってて、びっくりしてどうしたのか聞いてみたら、今日は9月1日で、日本で自分自ら命を絶つ子どもたちがたくさんいる日なんだっていうことで、そこから母がそういう、不登校の子たちについて親御さんだったり教育者だったり関係者、フリースクールの関係者だったりと話をするような機会をそれまで何回かも参加してたっていうことを知って、でもうその2週間後に母は亡くなったわけなんですね。つまり自分が本当に死に向かっている瞬間に、本当にそれこそこれからもう生命力のみなぎってる子どもたちが、これから自分のこの人生を謳歌していく子どもたちが学校に行けないっていうことで、自分が要するに社会不適合者として自分で自分にレッテルを貼り、そして周りからも貼られ、そのことで命を絶っていくっていう、その矛盾をすごくひしひしと感じたんだと思うんですね。亡くなっていく自分の命とこれからっていう命を見た時に、何とかしてそれを止めたいっていうのも、もちろん病室で何もできないですけど、その思いがあまりにもすごくて、そこから自分で辿っていって、
その関係者だったり実際に不登校を長年していた子どもとか、フリースクールをやっている人とか、自分も不登校経験があるっていう人に話を聞いて、対談をまとめた本なんですけれども、そうですね、母はとにかくその何でももったいない精神の塊の人で、昔の人だからか戦後間もなく生まれたからかあれですけど、もう命がそうやって消えてしまうことにとにかくもったいないと。自分が消えていくことにはそんなに執着してなかったようなんですけど、自分はなんかこうそれなりに75年間面白い人生を生きたっていうようなことを言ってたんだけども、だからどんなに辛くてももうフラフラしてるだけでもいいから生きててよっていうのを子どもたちに最後メッセージとしてなんかで語ってましたけど、そうですね、だからそれって私はそれを知った時になぜ9月1日にそうやって自殺者が多いかっていうと、単純にその新学期が始まる頃がその頃なんですね。じゃあ明日始まるけども自分は行けない、行ったらまた弾き物にされる、自分は存在しないと同じだったらもう消えてしまうっていうことに追い詰められていく。ただ私はその学校っていうものをそこまで重要視していない母親に育てられ、それこそ外国に母が仕事で行く時はもういつでも学校からこう出されて連れてってくれたりで、学校の勉強についていけなくなっちゃうよって言っても、いやこっちの海外での経験の方が絶対あんたのためよって言って、その学校をあんまり重要視してなかった親から思ってると、なんでそんな学校に行けないっていうことでそこまで追い詰められてしまうんだろうっていう、そういう疑問を持って、いろんな話を聞きに行ったんですけど、当事者にしてみるとそれはそうだなって、一つ一つのエピソードは違う。数字はこうやって自殺者の数字って出るけれども、本当に一人一人のストーリーは違うし、ここにまた家族や友達やらみんなが辛い思いをする。そんなことをするぐらいだったら何かそういうシステムを変えていくやすなりっていうふうに思いますけど、いかがでしょうか。その話を聞いて、僕中村さんのロケットをやられていて、すごい素敵だなっていう伺ったの前、活動見させてもらって見たのが、ロケットに通うと普通の学校も出席になるようになればいいみたいなことをおっしゃっていて、すごくいいなと思って、すごくそういう普通の本当にいろんな一般の学校と連携しながらロケットの方でも出席になるって素晴らしいなと思ったんですが、そのあたりについてはいかがですか。私の方ですか。はい、一部の自治体では教育委員会と相談して、教育委員会が連携して我々のプログラムを実施して、で出席扱いにしてくださるっていうことで、この間もですね、ある自動車工場に行って、そこで車の花を探せっていうプログラム、こんなのやってきたんですけどね、花があればマスクもある、実際に実写をばらしていくわけですよ。どこが花かって探していくとか、エンジンかけながら、もう技術者の人と対話をしながらこう入っていくと、もうこの子たち本当に不登校の子ですか、不適を起こしている子ですかっていうぐらい生き生きしてる、その場面をやっぱり現場の先生に見ていただくと、こういう学びも必要ですねって、だから両方必要なんですよね。今の学校がダメじゃなくて、だからそんな場が今少しずつ作れてるっていうのは嬉しいなと思ってるところです。あとやっぱりその子供が悩んでるってことはこうして分かるんだけども、それが親にも届かないと、その子たちの親にも届かないと、どうしたら、私がもしそういう
授かって育ててたら、どこにこの思いとか悩みだとか、ロケットに出会うだとか、そうじゃなくても他のそのハッチっていうんですか、そういうものをどうやって出会っていけるんだろうって、本当にそれこそ藁にもすがる思いだと思うけど、でもだから結局こうしてメディアだったりが、こうすぐ手の届くところにいっぱいそういう可能性や情報を提供するっていうのも一つの使命って言ったらおかしいかもしれないけどですよね。そうですね。我々の活動が、ワンオブゼムであって、はい、他にもたくさん同じようなことを全国でやっておられるんですよね。だけどやっぱり親御さんに届かないっていうのは、親御さんにやっぱり枠がありますよね。まずはやっぱり学校に返したいって、勉強をやっぱりちゃんとできるようにしたいって。だけどやっぱり向き不向きってあるじゃないですか。でやっぱり書くのが苦手な子って勉強って辛いですよね。じゃあワープロ使えばいいじゃないかっていう活動も僕たちやってるんですけど、それもやっぱり抵抗があるっていう、結局もうみんな枠にはまっちゃってるとしんどいですよね。この枠を取っ払うっていう、取っ払ってもいいんだっていう気持ちに親御さんもなっていかれると、もっと自由にこう考えられるような気がするんですよ。だったら音楽もね、アートもなんかやっぱり今枠がかかりつつあるような気がしてて、もっとなんか取っ払って自由でいいんだっていう、なんか自由をみんな恐れてるような気がするんですけど、なんかそういう場があればいいなって思ったりするんです。それでさっきちらっと写真飛ばしたんですけど、僕たち今東京フィルのコンサートマスターの近藤さんっていう方と一緒にコンサートホール飛び出して外で演奏しようよっていう活動をずっと子どもたちとやってるんですよ。そうすると気持ちいいねってみんなが、馬が鳴いたりカラスが鳴いてもノイズじゃないですよね。これコンサートホールで馬が鳴いたらなんだって取り押さえろみたいな話になるんですけど、なんか不思議とこの自然がこう許容するっていうか、枠がないところで聞こえる音っていうのは全てが何か許される。枠を作っちゃうとなんかちょっとしたものが許されなくなるっていう、なんかみんな枠を外したところでいろんな体験を我々大人一人一人がやっていくと、もっと寛容な社会が生まれるんじゃないかなって思いながらやってるところなんですよね。この枠を外すための何か中村先生の中で感じられるヒントってあります？私たち親なり一般の人にこういうふうにするときっかけがあると枠って外せるんじゃないかっていうようなヒントというか。面白いことですよね。外でバイオリン聴いたらどんな音するかねって言ったら子供は聞きたいって言うと思うんですよ。別にバイオリンじゃなくてもお父さんがギター得意だったらギター持って弾いてみようっていうだけでも楽しいじゃないですか。ワクワクするじゃないですか。そうすると違うよねって、じゃああそこでもやってみよう、ここでもやってみようみたいな、なんかちょっとしたことでいいと思うんですよね。スペシャルじゃなくても。で美術品だってそうじゃないですか。やっぱり美術館で飾らなくても草原の中に置いてみようみたいなことってやってみたら意外といいよねとか素敵だよねってあるじゃないですか。家の中でもそうですよね。ガラスを窓辺に置くと綺麗だよねとかね、壁よりそっちがいいよねって、なんかこれが多分枠を外すっていうことにつながっていくのかなって僕は思いながら子どもたちといろんな取り組みをやってるところなんですよ。面白がる心ですよね。そうですね。だから結局海外に連れて行くのも目的地を言わない。最初はみんなブーブー文句言ってるんですけど、そのうちいいやって面白そうだから行ってみようっていう子どもたちが育ってくるんですよ。これでもう僕は良かったかなって正直思ってるんですよね。あとは勝手にやれって面白いとこ世の中たくさんあるぞって。だから本当に一つでもきっかけがあれば突破口になりうるんですよね。そうですね。
特に子どもたちなんて好奇心の塊ですからね。そうなんですよ。そこを抑えなければ、もちろんね、ルールをどこがルールかっていう枠は線は必要だとは思うんですけど、えいろんな人と生きる中では。でもそれと心の自由ってまた違いますもんね。違いますよね。だから今内田さんおっしゃったように、全ての子供はやっぱりすごい好奇心があるわけですよね。だからそれがいわゆる才能ですよね。その才能をやっぱり摘み取らない環境づくりなのかなって僕は思ってます。今一つ思い出したのは、私が日本の公立の中学校、地元の中学校に入った時に、やっぱりインターナショナルスクールだと先生も割と自由で、そんなにガミガミ言われないで、なんとなく好きなことをしながら生きていけたんだけど、日本の学校に入った時にすごく全てがルールっていうふうに感じて、息苦しく感じたことは確かにあるんですけど、でもなんか今振り返ると一概に学校がとか日本のシステムがって言えないなと思うのは、一人国語の先生でね、山口先生って言うんですけど、ひたすら授業何にもしないで自分が昨日見たテレビで面白かったこととか、それに出てくる役者さんがこうだとか、もう全然関係ない話を毎時間ひたすらするんですね。日本の学校でこんなきちっとしたシステマティックな中でこんな先生許されるんだって。でもその先生みんなの大好きな先生で、最後にちょろっとここ読んどけ家でとかって言って一応ちょっとアカデミックなこともあるんだけど、基本的にはすごくその先生が楽しそうに生きていて、イマジネーションもすごく柔軟だし、そういうなんかキラキラした先生もいたから、結局学校とか国とかシステムとかじゃなくて、やっぱり一人一人の人間どういう人と出会えるかっていうことじゃないかって痛切に思うんですよね。だからそれでまた出会えるか出会えないかのラックもあるし、ご縁もあるし、私は素晴らしいですね。スクールが良くてとか、海外の思想が自由で良くて日本がダメっていうのはもう全く思いません。両方経験して。だからなるべく面白い大人と出会わせたいです。子供たち。ただ面白い大人ばかりになると大変なことになるんでだからやっぱりかっちりルールを教える大人先生もおられて、なんか多様な先生の社会がやっぱり大人の社会があったらいいですよね。でルールがある方が生きやすいって子もいるんですよね、確かに。だからそれはそれもあっていいしっていうふうに僕は最近思うようになりました。私も母親がとにかくこうしろああしろって一切言わない子育てだったんで、むしろ自由すぎて苦しかったです。自分で責任を負わなきゃいけない。これは選択すべきかすべきでないかって全部自分に。だから結局自由って一番責任の重いものだっていう側面もあるし、でも自由っていうのは常に持っていたいし、その中庸って難しいですよね。難しいですね。だけど人間は自分の特性に合ったところに落ちていくんじゃないかなって。だから結局見守るっていうのが最後は一番必要かなって思いますよね。が最高の教育かもしれないです。そうですね。はい、すごく盛り上がってきましたけども、ちょっと時間がだんだん迫ってきました。本当は今日ミスフィットっていうミスっていうのはなんか基準があるからそこからずれるっていうのはミスって言ったりしますけども、その基準っていうのがいろんな基準があるからミスしたかなと思うけど、じゃあミスじゃなくて違う基準から言ったらフィットしてるかもしれないし、だからきっといろいろな今中村先生内田さんの最後の方いろいろいていいよねっていう、本当いろいろいるっていうことが本当豊かなんだなっていう考え方を持って、お前なんか違うんじゃないのって言いながらも愛のこもったちょっと違うんじゃないのみたいなっていう、だから違わないと面白くないし、
だから違ってるってことがいいよねっていう意味でのこう、ミスフィットっていうものをそれがやっぱりきっと社会の豊かさにつながっていくのかなとも思いました。でもとかくやっぱりなんかねこうみんな同じようにいないといけない前へ習えみたいななんかそういう整列っていうそういうまあ集団行動がなんか統一してそれが管理しやすいっていう場面ばかりが強調されると、まあ、全てがそれに詰め込まなくちゃいけないっていう考え方になっちゃうとねこうすごく生きづらいところもあるけれども、まあ、そのやっぱ集団で動く時の、まあ、内田さんさっきある程度やっぱりルールないとあとルールあるの方が生きやすいっていう、まあ、そういう場面もあるしそういう性格の子もいるだろうしだそういうなんかいろいろな人がいるっていうことが社会としてはまあ健全だっていう、まあ、自分だってそのうちの一人のちょっと違った異質なものっていうまあ、それがやっぱ誇りに思えばいいんだよそれが僕だ私だっていうね。はいはい、ありがとうございました。途中こうマイクのミスフィットがあったけどもそれもまあいいよねみたいな、はい、感じで進めたのも、まあ、この回ならではのエピソードだったかなと思います。はい、中村先生内田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またはい、対面してどっかでお会いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日の第1部、はい、ミスフィット、社会不適合者なんていない、少しずつ教育を変えていくっていうのはこれで終了いたします。山尾さんありがとうございました。はい、引き続き山尾さん2部の方にもお付き合いしていただいて、はい、そして2部はですね、16時40分からアフターフローティングノマドダイバーシティとインクルーシブを進化させると題してまたゲストをお二人お招きしてお送りしたいと思っております。第2部の方のゲストはですねユナイテッドアローズの上級顧問栗野博文さんそしてこの上野イエスの国際部門のディレクターをお願いしております岡部青美さんこのお二人をお招きして第2部16時40分からお送りしたいと思います。その前に上野谷中ショートストーリーのムービーがありますのでぜひそちらの方もお楽しみください。では引き続き上野イエスホームアンドアウェイ2020ぜひご覧ください。第1部はこれで一旦終了いたします。ありがとうございました。